ここにミステリーサークルできてるとこがあるんですよ。 UFO ちっちゃい UFO が降りたらしくて、くーちゃんの頭の上すごい光ってたでって言われて、それからちょっと帽子で守るようにしてますね。はい。実級ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。クッキーでございます。10エッセンシャルズ、私にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは参りましょう。じゃないじゃない見るじゃないじゃない。さあ最初のアイテムはですね、こちらでございますね。顔面お面面ということで、5年ぐらい前ですかね、私の顔面をスキャニングして忠実に摘出したやつに自画ペインティングをしたというやつですね。犬っていうのが江戸時代の罪人がやられたやつですけどね、常に心は罪人であれという、そういう強い気持ちでやらしてもらってます。実はこれニューヨークに行った時にこいつも一緒に連れ添って持って行ってるんですよ。空港の税関っていうんですか、結構揉めましたけども、どういうつもりなんだと、お前どういう仕事をしているやつだということで、This is my face って言いました。はい、Yes OK スルーって言われました。優しい人でよかったですよ。でも僕の顔面をこう再現して作ってるんですけど、サイズ感が一回被っていいですか。サイズ感がねちょっとだいぶデカめではあるんですよ。続いてのアイテムはこちらでございますね。ウエストポーチですね。結構思い出深いポーチで、亡くなったじいちゃんがつけてた合皮のウエストポーチを譲り受けて、それに気にせず秒を打ち倒したやつですね。今頃じじい切れてると思いますけども、昔からパンクロックっていうのが好きで、しかもこう80年代ハードコアとかも結構好きで、そういう類の方々がよく革ジャンに秒を打ってたんですけど、その名残ですね。だから家にあるレザーは何か加工をしていってしまうという癖がありまして、だからついついこう秒ジャンをバーって作ってる中で、このじいちゃんのウエストポーチやってそのままパパパパパパっていった感じですね。じいちゃんね背がでかくて2メートル強あったのかな当時だから日本にねその2メートル近く強ある GG っていなかったんでね。だ初めて新日本プロレス見に行った時にアンドレザ・ジャイアント見たんですけど、そんなでかく感じなかったですね。やっぱ GG に慣れてるんでね。続いてのアイテムはこちらで、ちょっと失礼します。マジックですね。すいません。こちらでございますね。六法全書キーホルダーということで、実はこれ私の手作りでございまして、僕ねやっぱこう強いパンクを愛している人間でございますから、法律なんて所詮、おもちゃだっていうことでね、かっこいい、こんなかっこいい思想あります？飾りなんだよ法律なんでっていう強い意志を込めて作らせてもらいました。あとこれすごくちっちゃいんで、これを持ってたらあれクッキーすごいでかいやんって思われると思うんでね、木でできてるんですよ。木工が結構ハマってる時期あったんで、こういう本関係、六法全書もそうですし、あとゴルゴ全巻ゴルゴ全巻あります。はい、すごい困りますけど、東京に芸人になってきて初めてのロケかなんかで多分作ったと思います。木工屋さんに行って仏像みたいなの作ってみたいっていうので木工屋さん行かしてもらったんですよ。ほんでこう何時間もかけてこう隠した状態でできましたってこれ出した時にすごいこうあーって言われましたね続いてのアイテムは、家族の写真です。もうこれは何も言うことない、もうただただ家族の大好きな家族の写真だよ。僕はねこの超絶ホットパンツので、兄もこの超絶ホットパンツですね。すごく仲良く手をつないでヘラヘラしてる写真で、謎がいっぱいあって、きっと親父が撮ってるんですけど、家族旅行で電話ボックスの前でまず撮ってるっていうのがやっぱ謎で、母の下に妹がいるんですけど、妹が母の手を噛んでるんですよこれマジでちょっと謎でね、手ぐちゃぐちゃ噛んでるのに母のこの無表情さ、そもそも皮膚の分厚い母なのでこれマジで記憶ないんですよ。この頃に一回親父が家の庭、田舎なんで庭広くて、夏休みに日本の武士の刀埋まってるから掘ろうって親父が言い出したんですよ。で夏休みずっと掘ってたら炎天下で太陽の熱ずっと浴びてて熱射病で倒れたんですよ。で3日間僕昏睡状態になった後のこれやからないですよね記憶おいおい聞いたら母は錆びたハンガーが1個出てきたって言ってましたけど
結構掘ったんですけどね、マンモス落ちたら倒せるぐらいの穴掘ったんですけど次のアイテムはこちらでございます。俗に言うソフビってやつですね。ゾルメンというブランドさんのタケミというキャラクターでございます。超絶かわいい。このキャラクターはほんま見た瞬間に可愛いって思いましたね。まあ可愛くはないじゃないですか一見。でもなんかすっごくハマって、はい。これ結構でもレアなんですよマジで。ソフビマニアからしたらの持ってんなってなるぐらいいいやつですからね、いろんな色があって一番可愛い色持ってきたんですけどね、真紫とか綺麗な緑とか色ありますね。もっとあると思うんですけど僕は4種類しか持ってないです。筋肉マン系をめちゃめちゃ集めてて、それ以外はほんま焚き火だけなんですよ。筋肉マンがね結構あるんですよ。超人タッグとかいっぱい大井争奪とかいっぱいそれ系集めてるんで2個ですね。筋肉マンが筋肉マンシリーズだね。次のアイテムはタバコです。タバコ吸うために全ての行動をとってるって感じですね。2箱は最低でもいきますかね、やっぱね。あと細いんでこのタバコが普通の通常タバコの1本がこれの2本分ぐらいの感覚で吸ってますね。はい。これはもう俗に言うベトナムジッポってやつですね。なんかこうカッコつけた時、それこそねその女性をバーで口説く時とかやっぱジッポいっちゃうよね。かっこいいからアイテムとしてかっこいいじゃないですか。タバコがうまい瞬間ベスト3。3位プール終わり。水に入ったら逆に喉カラッカラになりますやん。その水を除外して入れるタバコ、水欲しすぎて水分やと思うんですよ煙を。その時のこの勘違い具合、ベロが立てないようんですよここって。第2位人に怒られてる時するタバコね。怒る人間が強者であればあるほどうまいと思います。巨人賞に怒られてる時かな。何しとってんねんお前って言われますけど、お前な師匠に対してなそんなお前口聞いたらあかんちゃうかお前なそんな時お前何タバコ吸うてんねんお前ってこれが一番うまいと思いますよ。第1位は僕あんま言ってなかったんですけどお医者さんなんですよ。父が急によくやっぱこう行くんですよね。急に呼び出されて行くんですよやっぱ。でパパどこ行くん言ったら今からオペやっつって行くんですけど、父のオペする姿がすごい好きで、父がオペしてる横で吸うタバコが一番うまいですね。で親父に怒られてお前親父がなオペしてる時になお前一生懸命やったらお前そのタバコ吹きかけたらあかんやんかお前。弟子やったらパンパンやでっていう弟子パンっていうのがやっぱ、弟子パンタバコですね。弟子パンっていう時のタバコがうまいですね。続いてのアイテムはこちら、時計でございます。男の趣味の中の三大趣味の一つにはなると思いますけれども、常にこうまとわしていただいているというこの喜びはやっぱ大きいですよね。はい。最近これ買ったんですけども、癖として思い出すごい大事にするから時計を買ったその日付のその時間で僕止めちゃう癖あるんですよ。これも日付ついてないんでこれ11時55分に買った時計です。止まってます。これはちょっとイギリス軍のアンティークなんですけど、イギリス軍が、オーストラリアを言ったら管理下に置いた時にオーストラリア軍に配給した時計ですね。これすごくこうマジでレアなやつです。でこっちはちょっとだいぶ高めの時計、見る人見たらあってなる時計なんですけど、いいから妻に内緒で買った時計でございます。こっそりローン組んで、それがバレまして、それ見てあんた勝手にローン組んでるってバレてこれぐらいの距離ですね。鼻頭つくぐらいの距離で頼むから死んでくれって言われた時ですね。頼むから死んでくれって言うた瞬間にパチって止めました。続いてのアイテムはこちらでございます。パカン。メガネ歯。芸人としてキャラになりきる時であるとかですね、女性とこっそりご飯行く時に変装で使うやつでございます。はい、これが一応立川談志さんになる時のやつですね。これ今は立川談志師匠で、取ったら丹波哲郎で、こっちがオフの立川談志さんとオフの丹波哲郎さんで、これがちょっと大変なんです。これが大体これとこれがセットなんですけど、これが
さだまさしさんですね。続いてのアイテムは苔でございます。戦闘帽と言われるやつですよね。戦う時のお帽子でございますけども、パッチと言われるやつとワッペン貼ってますね、これもバンド系のやつで、パンクバンドやってるんですけど、その時に被る用のこれ帽子なんで、だからちょっとパンクチックな感じにしてますけど、基本的に帽子かぶってのは不安になるというタイプで、学生の頃僕ずっと坊主で一回こう部活に疲れて自動販売機のこの押すボタンの横のヘリんとこ、正面じゃないヘリんとこでこう立って寝てたら、ここにミステリーサークルできてるとこがあるんですよ。 UFO ちっちゃい UFO 降りたらしくて、ふーちゃんの頭の上すごい光ってたでって言われて、それからちょっと帽子で守るようにしてますね。で一回ほんまキャップもこういうのも忘れた時、ほんまにかぶってないことに焦ってコンドームかぶったことありますわ。ここまでかぶって掘ってたらグーってうっ血して血止まっていくんですよ。だから一回ここまでかぶってから戻した方が伸びがいいの。一回伸ばしてからかぶった方がいいと思う。続いてのアイテムはこちらでございます。クック。ごめんなさいね、僕も子供おるんでね、子供溺愛してるんで靴のことクックって言っちゃいますけども、これ俗に言うドクターマーチンというやつで、これはもうパンクに目覚めた時から欠かすことなく所持し続けてるブーツになりますね、これで何代目やろな、もう3代目ぐらいになると思いますけど、こいつは10ホールですね。もう穴が10個あるっていう追いパンクっていうのが好きで、ジーンズにロールアップしてこうブーツをちょっと見せるっていうのが基本の形が多いんで、10がやっぱ僕の中で一番しっくりきてる。実際追いパンクにいても10が多いと思います。ベタなとこでレッドウィングも好きですし、ウエスコとかちょっと洒落たとこで言うたらトリッカーズとかオールデンとかも持ってますね、でもやっぱいろんなこう靴も高級な靴もいろいろありつつ、やっぱりマーチンはどうしても欠かせないというかね、これ革もいいじゃないですか。この革があれなんですよね、赤べこでできてるんですよね。知ってます？赤べこってこう首一本ってやったらポコンってなる大きも昔なんかジャイアント馬場さんが工場で作ってるやつを早送りして何を作ってるか早押しで答えるみたいなのがあって、ポーンって押して赤べこって分かって絶対ちゃうんですよ。筆箱かなんかやったと思うんですけど、ペン赤べこってあれちょっと笑いましたね。その時馬場さんマーチン履いてたんですよねさあ私の、10エッセンシャルズいかがだったでしょうか。自分の、愛すべきアイテムを紹介させて丸裸にされたような、そんな照れくさい気持ちでございますよ。10エッセンシャルズクッキーでした。それではまたお会いしましょう。ご苦労さん。